エモエモ。こんにちは、えもこです。今回は無料と有料のお絵描きアプリで同じ絵を描いてみて、無料と有料で描きやすさが変わるのか検証してみたいと思います。使用するのは無料の方が IBIS Paint X で、有料はクリップスタジオペイントです。どちらのアプリを使うか迷っている人や、無料と有料で何が違うのか気になる人は、よかったら参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。今回はまず線画を描いて、その線画を無料アプリと有料アプリで塗り比べてみたいと思います。使用する機材は iPad Pro と Apple Pencil です。ペン先は先日レビューした金属芯に付け替えています。まず最初に線画のメイキングを流しながら、それぞれのアプリの機能の比較をしてみます。どちらのアプリも Apple Pencil の筆圧感知に対応していて、筆圧の違いで線の太さや濃さを調整できます。価格の安いペンでも描けますが、筆圧感知がついていないので均一な線しか引けません。試し書きしてみると、どっちも手ブレ補正があるので滑らかな線を描きやすくなっています。IBIS の方がシュッと描いた時に線の終わりの抜きが細くならないのが気になりましたが、強制抜きをオンにすると細く描けるようになります。クリップスタジオでは特に設定を変えなくても抜きが細くなりました。ブラシは好みに合わせて設定を変更できます。アプリにはブラシや素材がたくさん用意されていますが、ダウンロードして追加することもできます。左が IBIS、右がクリップスタジオのブラシや素材です。どちらも大量にブラシや素材がありますが、クリップスタジオの方がブラシや素材の数は多いです。IBIS は一部のブラシがロックされて使えませんが、広告を見ることで18時間解除されます。ダウンロードしたブラシも半分はロックされるようです。広告を見たくない人は広告除去アドオン1500円に課金すると広告を見ずに使うことができます。次は有料のクリップスタジオにはあるけど無料の IBIS にない機能をいくつか紹介します。1つ目は 3D デッサン人形、 3D 小物や背景です。 3D の素材を下絵に使えば難しい角度の絵やポーズが描きやすくなります。手だけや頭だけ、帽子、剣や銃、楽器などが便利です。ラフの絵に合わせて 3D のモデルにポーズをつけて絵の調整をしました。 3D の人形は関節を動かしてポーズを細かく調整できるし、ポーズ素材で簡単にポーズを変えることもできます。無料の IBIS にない機能2つ目はベクターレイヤーです。ベクターレイヤーはいらない線を簡単に消したり、描いた後に線の太さを変えたり調整できる便利機能です。便利機能はなくても描けますが、難しかったり手間がかかってしまうので、時短で描きたい人は試しに使ってみてください。無料の IBIS にない機能3つ目はレイヤーマスクです。私の使い方だと調整レイヤーの効果を絵の一部にだけ適用させたい時や、複数のレイヤーに分けて描いた線画が重なっている時にいらない線をレイヤーマスクで消しています。レイヤーに直接変更を加えないので、後からやり直しができるのがいいところです。この他にアニメーションを作る機能は IBIS にありません。クリップスタジオペイントプロだと1秒間に8枚の絵を表示する3秒までの短いアニメが作れますが、それ以上の長さのアニメは EX じゃないと作れません。プロのアニメ制作現場でも使われているアプリなので、プロを目指す人にはクリップスタジオがおすすめです。線画ができました。逆に無料の IBIS にはあるけど有料のクリップスタジオにない機能は、アナログ線画をきれいに読み込むことができる線画抽出の機能です。まず iPad やスマホで普通に写真を撮ると紙の色がグレーになります。濃い影が入ると綺麗な線画にならないので、なるべく影が入らないように撮影します。写真を読み込むと線画抽出するか聞かれるので OK をタップ。黒側、白側、中間値と3つあるバーを影がなくなる位置に移動させます。グレーの影が消えて綺麗になったらチェックをタップ。完
簡単に綺麗な線画を読み込めました。紙の白い部分は自動で透明になっています。これをクリップスタジオでやろうとすると色調補正したり透過したりアイビスより手順が多くて難しいし大変です。アナログ線画を使いたい人に嬉しい機能だと思います。次は左手デバイスについてです。左手と言っていますがペンを持っていない方の手で操作するので左利きなら右手で使います。左手デバイスがあると画面上で操作しなくてもボタン一つで取り消しやり直しをしたり別のツールに切り替えられてスムーズに絵が描けます。クリップスタジオの iPad 版だと10キー、パソコン版だとツアーボックスやタブメイトなどの左手デバイスが使えますが、アイビスは左手デバイスが使えなくなっています。クリップスタジオはほぼ全ての機能にキーボードのショートカットが割り当てられていて、それを左手デバイスのボタンに登録することで操作できるのですが、アイビスペイント X のキーボードのショートカットはコピーや貼り付け、取り消し、やり直しなど最低限のものだけで、ブラシサイズを変えるなどツール系のショートカットがないので、ショートカットを左手デバイスに登録して使えなくなっています。次にデータの保存形式についてですが、クリップスタジオの方が保存形式が多いので、描いた絵を他のアプリで開いたり編集しやすいです。ただ趣味で描くなら JPEG か PNG の書き出しができたら問題ないと思います。他のアプリで絵を開くことがあるなら PSD で保存できると安心です。アイビスでクリップスタジオのクリップ形式で保存できるのにびっくりしました。クリップスタジオペインと連携機能があって、クラウド経由でアイビスで描いた絵の続きをクリップスタジオで描けるそうです。次は価格を比較してみます。有料アプリのクリップスタジオ iPad 版は月額または年額払いで買い切りではありません。イラストを描くならクリップスタジオペイントプロ月額480円、年額2800円。イラストプラス漫画やアニメも描くならクリップスタジオペイント EX 月額980円、年額7800円を選ぶといいと思います。無料アプリのアイビスペイント X は広告表示がありますが基本無料で使えます。動画広告を見ることで18時間有料ブラシを無料で使うことができます。広告除去アドオン1500円に課金すると広告を見ずに使えます。有料版アイビスペイントと広告除去した無料版アイビスペイント X で機能に差はありません。アイビスは広告除去アドオンとは別に月額課金のプレミアム会員があります。プレミアム会員になるとトーンカーブフィルターなどの機能を使えるようになります。プレミアム会員の料金は月額300円、年額3000円です。アイビスのプレミアム会員は年額3000円なのでクリップスタジオの年額2800円よりも少し高いです。対応端末の比較はこんな感じでクリップスタジオの方が多くなっています。というわけで同じ線画をアイビスとクリップスタジオで塗り比べてみました。色がなるべく同じになるように塗りましたが微妙に違うのはご容赦ください。さてどちらがアイビスでどちらがクリップスタジオでしょう。正解は左がアイビスで右がクリップスタジオで塗った絵です。予想は当たりましたか？ということで同じ線画を塗り比べて分かったことを話していきます。まず完成した絵を見比べてもどちらで描いたのか分からないくらい同じように塗ることができました。アイビスは左手デバイスが使えないけどペンと消しゴムの切り替えは画面の左下のボタンでできるので左手で切り替えの操作をすると少し楽になりました。あとアイビスは課金しないと使えないフィルターが使いたくなりました。でもトーンカーブの代わりに明るさコントラストを使ったら意外となんとかなりました。それからアイビスの新機能で調整レイヤーが追加されていて便利になっていました。クリップスタジオの色調補正レイヤーと同じような機能で後から色味などを編集できるレイヤーです。レイヤーのここから追加できます。アイビスで気になったのはペンの抜きがあまり細くならないことで
です。書き始めの入りと比べると太くなってしまいます。クリップスタジオや無料アプリのピクシブスケッチは特に何も設定していませんが、筆圧が弱いと線が細くて色が薄くなるし、シュッと描いたら抜きが自然と細くなっています。アイビスで使ったブラシが悪いのかと思い、他のブラシを試しましたが、私の環境では思い通りに描けませんでした。仕方ないので、入り抜きしたい時は矯正抜きをオンにして使いました。筆圧感知がないスマホや筆圧感知があまり良くない環境で描く時には矯正抜きが便利です。というわけで今回は無料と有料のお絵かきアプリを比較してみました。どちらも同じように塗れたので、初心者の人で有料のクリップスタジオを使いこなせるか心配な人は、まず無料のアイビスペイント X で絵を描くのに慣れてから有料のクリップスタジオに乗り換えてもいいのかなと思います。ただアイビスも課金しないと使えない機能があって、課金するとクリップスタジオと値段があまり変わらないので、いろんな機能を使いたい人は最初からクリップスタジオを使うのもありかなと思います。最近 iPad 版にもシンプルモードが追加されたので、画面がすっきりして初心者の人でも使いやすくなったと思います。シンプルモードへの切り替えはここ、すべての機能が使えるスタジオモードへの切り替えはここからできます。線の描き心地はクリップスタジオの方が個人的に好きでしたが、どちらも描きやすくて同じように色塗りできたので、両方使ってみて自分に合う方を選ぶといいと思います。クリップスタジオは有料アプリですが、無料でダウンロードしてお試しできます。今回紹介したお絵かきアプリのリンクは動画の説明欄に書いておきます。このチャンネルではおすすめのガジェットやお絵かき関連の動画を投稿しています。この動画が参考になったよという人はチャンネル登録や高評価、コメントなどしてもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。